高血圧の改善っていうと食生活や運動療法というねイメージが多いかもしれませんが、呼吸法を変えてみるのも一つの手です。今日お伝えする呼吸法は、血圧が高い方はもちろん、ちょっとねイライラしてリラックスできていないなっていう風にね感じる時に行ってみてくださいね。それでは行きましょう。1分間10回、気持ちが落ち着きましたよね。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは、私が長年研究開発した整体テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は血圧を下げる呼吸法をご紹介します。簡単な動きで誰もが真似をできる山内流でいうところの初級のセルフ整体です。皆さんご存知かと思いますが、高血圧というのはね、安静状態でもね慢性的に血圧が上がってしまう状態です。いろいろな診断基準がありますが、おおむねね上が140以上、下が80以上あると高血圧であると言われています。一般的にはね、高齢になればなるほどね血管壁のね弾力性が失われるため、上は上がって下の血圧は下がります。よって脈圧って言ってね、上の血圧と下の血圧の差が大きくなる。これがね高齢の方の特徴です。しかしね、現代ではね30代から40代の方も2割か3割は高血圧を持っているって言われています。こちらはねストレスによって末梢の血管抵抗が高まって、上も下も高くなる傾向がある、こういう特徴があるんですね。どの年齢の方でも油断は禁物、とても身近なリスクなんですね。またね、高血圧になるとね常に血管に負担がかかるため、血管の内側にね傷がついたり硬くなったりして動脈硬化を引き起こしやすくなります。そしてね、その動脈硬化がさらに進むと脳卒中、そして心疾患や慢性的な腎臓病、命に関わる問題につながりかねないので、気をつけて生活していかなくてはいけません。高血圧の兆候が見られたらすぐにセルフケアを行い、予防改善をねしていきましょう。高血圧の改善っていうと食生活や運動療法っていうねイメージが多いかもしれませんが、呼吸法を変えてみるのも一つの手です。今日お伝えする呼吸法は、血圧が高い方はもちろん、ちょっとねイライラしてリラックスできていないなっていう風にね感じる時に行ってみてくださいね。今回は血圧を下げる呼吸法、肋間筋の活性呼吸法を伝授していきます。私たちのね呼吸と血圧ってすごく密接な関係があって、やはりねゆとりがあってリラックスした状態であると呼吸数もねそんなに多くなく済むので、自律神経の乱れもなく血圧も安定しています。ですが、何かしらのねストレスが多い環境、外敵からね何か嫌だなっていう思いが強い方っていうのは、どうしても緊張が高まってうまくね呼吸ができない状態になっています。そうなるとどうしても自律神経が乱れて交感神経が優位に働いてしまい、血圧が上がってしまいます。そういう方はね呼吸数もねかなり多くなっているっていうのが特徴なんですね。ですので今回はね、しっかりとした落ち着いた呼吸ができるようにね一緒にやっていきましょう。そしてね、私たちの呼吸っていうのは特にね滑らかに吸うことがねすごく大事です。息を吸うことに関わる筋肉っていろいろあるんですけど、安静時に息を吸う機能の 70% が皆さんもご存知の横隔膜が担当しています。ですが、横隔膜よりももっともっと重要な筋肉があるんですね。それは肋骨と肋骨、そしてね胸骨のこの両サイドにある筋肉、この肋間筋っていうんですけど、この筋肉っていうのは先ほどね 70% のね活躍をする横隔膜って言いましたけど、残りの 30% のうちのほとんどがこの胸骨の隣にある肋間筋、この子たちがね活躍してくれているんですね。安定した柔らかな落ち着いているんだよっていう呼吸をね脳に教えるためには、このね胸骨の隣にある肋間筋の呼吸筋ね、ここの筋肉をしっかり働かせることがとても重要なんですね。ですので
ストレスがある方、もしくは血圧が高い方、このね肋骨の前の筋肉が働いていない方が非常に多いので、一緒にねこの呼吸法をねやっていきましょう。それでは早速やっていきます。まず1つ目、このね4本の指全体をこうやってね、ここの胸骨の骨の横にね、肋骨の上にこうやって重なるようにこんな感じで置きましょう。そして2つ目、このね皮膚をわずかに下に滑らせましょう。こんな感じですね。 OK ですね。そうしたらわずかにこの下に滑らした状態を保ちながら3秒かけて優しく息を吸う。そして3秒かけて力を抜きましょう。自然に息が吐かれます。そんな頑張らなくてもね、10回行っていきましょう。肋間筋を刺激しながらも1分間に10回だけ息をすることになります。通常ね1分間の呼吸数っていうのは12回から16回ぐらいなんですけど、それよりも少ない呼吸数っていうことをねすると、一気にね副交感神経が優位になって自律神経が整って血圧を安定させるね機能も高まります。まず最初吸う動作からいきますよ。安静時ですからね、優しく吸えばいいですからね。鼻から吸ってくださいね。そして今回はね吐く時も鼻からで大丈夫です。自然に吐かれるので、吸った時に下に滑らした指にね肋骨がねこうやって引っかかってくるのを感じると思います。それとてもいいことですからね。それでは行きましょう。2回目、3回目、4回目、わずかな力の吸い込みでいいですからね。5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、ラスト。1分間10回、気持ちが落ち着きましたよね。呼吸数が少なくなって自律神経が整うし、ここのね肋間筋、胸骨の隣にある肋間筋も正常にこれから働いてくれるようになります。眠る前に行ってもとても効果的で、ゆっくりね熟睡できるようになるので実践してみてください。この呼吸法のねポイントはたった一つ。逆にねこれを外してしまうと全く効果がねなくなってしまうので気をつけてくださいね。そのポイントというのは、今回のねこの呼吸時に大きく吸わないってことです。どうしてもね呼吸っていうと腹式呼吸で大きく吸うっていう風にね思いがちですけど、もちろんこれも大事です。ですが今回はね横隔膜にねあんまり活躍してもらわずに、この胸骨の隣の前の肋骨のね前の部分の肋間筋をしっかり活性したいっていうことなんですね。ですのでしっかりこのねここの皮膚のたるみを下に滑らせることによって、ここの肋間筋だけを刺激して優しく3秒吸うことによって、あまり横隔膜は刺激せず肋間筋だけを活性することができます。とっても気持ちいい運動ですよね。血圧っていうのはね私たちの健康寿命にとても重要な関わりがあります。このね呼吸法で血圧を安定させて、より良い健康的な生活を一緒に行っていきましょうね。今回の動画がね参考になったよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。それではまた次回。